はいどうもこんにちは、エンタンです。ということで今回はですね、最新作バイオハザードビレッジのこれまでに出ている情報から最新情報までを分かりやすくゆっくりとまとめていきます。それではレッツゴー。まずは発売予定のプラットフォームから解説していきます。バイオハザードビレッジは現在3つのプラットフォームで発売される予定です。最新機種 PS5、Xbox シリーズ X とパソコンの Steam から発売される予定になっています。また現行機の PS4 や Xbox One については現在開発中で必ずしも発売されるのか約束はできないそうですが、現時点で PS4 版なども制作を行っているようです。1億人のユーザーがいるとされている PS4、そして PS5 が必ずしもプレイヤーに供給されるとも言えませんので、開発に問題がなければ PS4 で発売される可能性は高いですね。そして来年2021年に発売予定となっています。バイオハザード7同様アイソレートビュー FPS です。価格などは一切出ていませんが、これまでの流れを考えると約8000円ほどと予想できます。続いて開発の経緯と開発者についてお話ししていきます。バイオハザード7の後、イーさんが主人公というのは早い段階で決まっており制作していたようです。プロデューサーを務めるのは神田剛さんとピーター・ファビアーノさんです。先日の配信でもこのお二方は登場されていました。ピーターさんは前作バイオハザード7のキャラクターにもなっていた方です。遊び心がありますね。さらにメイキング映像から前作7でゲームデザイナーを務めた斉藤森正さんがディレクター、そしてバイオハザード6でアートディレクターを務めた高野智則さんがアートディレクターということが分かりました。クリスが元の顔に戻ったのももしかすると高野さんのおかげかもしれませんね。また開発されている方も引き続きしていることや、バイオハザード7の続編にあたり E さんの完結編と言われているあたり、バイオハザード7とのつながりがあるのかもしれません。ここからはキャラクターとストーリーについて解説していきます。現時点で情報が公開されているのは E さんとその妻ミア、そしてクリスです。 E さんとミアはベイカー邸から脱出した後 BSAA の監視下のもと平穏な日々を過ごしていたようです。そしてクリスが率いる謎の集団が襲撃してきてミアが殺害され、イーさんはどこかへ連れて行かれます。その後雪に覆われた山で目が覚めたイーさんは森を抜け村へ向かいます。そしてイーさんは村で未知なる恐怖と様々な感情に出会うようです。ちなみにですが今作に登場するクリスは本物だと思われます。その証拠にクリスとイーさんがお互いに知り合っています。そして先日更新された公式サイトにクリスの情報が公開されました。さらに前回面白いコメントをいただきました。この画像ですね。先日の配信で発表された25周年記念のアートになっています。よく見てみるとバイオハザード7の Not a Hero もしくはバイオハザード7ラストに登場した7のクリスというのがいます。ということはこのクリスというのは本物ということです。コメントで根拠のある説を教えていただきありがとうございます。つまりバイオハザード8のクリスはバイオハザード1から7に登場したクリスということです。僕も7も8もクリスは本物だと思っていましたが、あくまでも予想でしかなかったので、今回信憑性がね上がったので非常に感謝しております。そしてクリスには目的があって今回の事件を引き起こしたということになっています。また E さんは今作ビレッジで全てを描き切ると言われているキャラになっています。その他にも一切情報が明かされていないキャラが複数います。まずは村人です。この解説に意味深な文字がありまして、人間の村人という風になっています。先日の狩野英孝さんの実況でも人間とクリーチャーがいると言っていたので、同じ村に暮らしているのでしょうか。このシーンは村人が祈りを捧げているシーンになります。最後はマダーグランダと言っているように思います。マザーといえばグラシアスしか分かりませんが、すでに死亡しています。また聖母と呼ばれていたアレックスもすでに死亡しています。一体誰のことを指しているのでしょうか。続いては巷では魔女と呼ばれているキャラです。生と死に栄光を与えん、我らがために金は鳴る、再び来るのじゃというセリフが公開されており、バイオハザードシリーズでいうとリベレーションズ2の転生やバイオハザード4の金に関連しているという予想で盛り上がっています。続いて謎のこの丸いサングラスをかけた男性です。ただ笑っているだけのおっさんとしか分かりません。いろいろと考察していくと服装から巨大なハンマーを持ったこのクリーチャーの可能性が高いです。物語のキーマンになることは確かだと思われます。続いて謎の貴婦人とお仲間たちです。
虫を操ると言われています。現時点ではキスシーンと電話に出ているシーンしか明かされていません。ちなみにこちらのシーンの奥にある紋章がこちらの画像の奥のものだと予想しています。鳥が串刺しになっているような感じにも見えます。そんなことよりもすんごい怒っています。何があったのでしょうか。続いて小太りのおっさんです。商人のようなセリフが公開されており、武器商人と予想されます。最後に敵キャラについてなのですが、一切情報が公開されていません。狩野英孝さんも聞いていましたが、堅くなに情報が出ませんでした。巷では人狼や狼男と呼ばれていますが、公式情報では村に救うクリーチャーとしか紹介されていません。動画内の情報では噛みつき攻撃、方向、武器の使用がわかります。また群れで行動しています。続いてはステージ関係の解説を行います。現時点で発表されているステージは E さんの住んでいた家、雪山、村、城です。そして E さんは村人たちとクリーチャーと出会います。また商売をしている村人とアタッシュケースと通貨があることから武器などの購入ができる可能性があります。そして通貨からルーマニアと予想されます。以前のバイオハザード5がどこの国なのか調べてみた際も通貨から断定できたので信憑性は高いと思われます。一番印象的なのはアンブレラのマークです。前作の続編なのでコネクションもしくは HCF が登場すると予想されていましたが、昔のアンブレラマークが登場しました。どのような展開になるのか実際にプレイするのが非常に楽しみです。続いてゲームシステムについて先日の実機プレイとこれまでのトレーラーを合わせて解説していきます。まずは購入システムです。お金と商人、そしてアタッシュケースがあるのでバイオハザード4のような武器商人システムが今作はあるようです。さらに敵を倒すとアイテムドロップがあります。何が出るのかについては一切明かされていませんが、実機プレイでは見たことがないアイテムと言われています。この発言を信じるならリベレーションズ2のウサギやエンドオブゾイの昆虫みたいな感じで動物の毛皮や骨などを使うのかもしれません。あくまでも予想ですが、ハンドガンの弾やハーブなど類似するものならそのような発言が出るのか少し疑問が残ります。また今作ヴィレッジは飛び越えるタンスの移動が可能なようです。戦い方の幅が広がり、よりアクション性が上がったと考えられます。バイオハザード7からの流れを考えるなら、バイオハザード RE3 がアクションの快適性が抜群に良かったので、ヴィレッジも期待が高いです。そして今作はバイオハザード4のリブートの可能性が非常に高いです。前から言っていますが、バイオハザード7、RE2、RE3 はバイオハザード1、2、3のリブート作品でした。バイオハザード1といえばもともと FPS にしたかったという話もありますし、バイオハザード RE2 では随所にバイオハザード2で本来したかったことというのが非常に盛り込まれていました。なのでバイオハザードヴィレッジもバイオハザード4のリブートだと考えられます。ここからはその他情報を分かっていることだけを紹介していきます。考察などの参考になればと思います。まず全体的な物語の流れですが、おとぎ話として描かれているような演出があります。少女が森に飲み込まれるという話と E さんが森に入っていく描写が非常に似ています。またおとぎ話を用いた理由にバラエティに富んだストーリーを一つの物語にまとめる表現として使っているようです。過去作の伏線と考えるならリベレーションズ2とバイオハザード6から8年経っているので伏線なのかもしれません。ちなみにリベレーションズ2とバイオハザード7、そしてバイオハザードヴィレッジにニンニクを吊るしたものがあります。ニンニクがこの証拠という意味のわからない根拠ですが、オブジェなのかそれともつながっているのか非常に気になります。続いて異常なしというセリフです。E さんが倒れている時にどこかで異常なしというセリフが聞こえます。やはりウィンターズ夫妻に何かあるのでしょうか。続いて E さんの指輪です。バイオハザード7では指輪をしていませんでしたが、今作ヴィレッジでは指輪をしています。ちなみにバイオハザード7以降結婚したという設定ではありません。2011年に結婚しているのでかなり前になっています。これも何かあるのでしょうか。最後に実はファーストトレーラーとセカンドトレーラーって同じシーンなのに変更されている部分というのがあります。ちょっとした変更だと思うので、あまり伏線だったりとかそういった部分というのは関係ないと思いますが、ひとまず紹介しておきます。変更箇所が2つありまして、
1つ目はハンマー人狼が登場するシーン、こちらですね。そして2つ目はミヤとイーさんの会話のシーンです。まずはじめに人狼が高所から飛んでくるシーン、こちらがファーストトレーラーです。そしてこちらがセカンドトレーラーです。あまり関係ないと思いますが、若干変更されていました。そしてもう一つがミヤとイーさんの会話のシーンなんですが、翻訳というのが変わりました。原文は変わっていません。ちなみに変更後も意味が分かりにくい翻訳なので、かなりねちょっとややこしいです。まずファーストトレーラーなんですが、イーさん君の悪い話だ、ミヤ地元のおとぎ話よ、イーさん君はまだこだわっているのか、ミヤあなたこそどうかしてる、という風になっています。そしてこの最後のミヤのセリフというのがセカンドトレーラーでもありました。そしてその部分が翻訳変更されていました。あなたこそどうかしているという部分がもうこだわるのはやめてという風になっています。つなげてみると、ミヤが物語を読み終わった後に、イーさん君の悪い話だ、ミヤ地元のおとぎ話よ、イーさん君はまだこだわっているのか、ミヤもうこだわるのはやめて、という風に変更されました。実に変ですさらに変更されたんですけども、さらに意味がわからなくなりました。イーさんがまだ君はこだわっているのかっていう質問に対してミヤがもうこだわるのはやめてっていうのはすごく不自然なんですよ。というわけでバイオハザード7以降ですね、謎の英語推しが続くんですけども、自力で翻訳していきましょう。まずですね、英語で話されている部分というのを聞き取ってみると、What is it that creepy story っていう風になってます。そしてミヤが It's just a local tale。 そしてイーさん You really into that stuff。 そして最後のミヤのセリフ Quite being so paranoid という風になっています。前半部分というのは特に意味は直訳でも変わらないのですが、最後の文章だけ変わります。一応そのまま訳してみると、なんだその君の悪い話は、ただの地元のおとぎ話よ、本当に君はそういうものにハマるね、ちょっと妄想しすぎよ、という風になります。これだとね少し分かりやすくはなったと思うんですが、まだちょっとね変な日本語なので、少し意訳をしていってもう少し日本人の言葉らしく直していこうと思います。まずはですね、脳内で新婚夫婦の楽しい雰囲気っていうのを考えながら聞いてください。OK ですかちょっとこの部分ちょっと大事なのでね、いわゆるこういう雰囲気でやってますよっていう部分です。ではね行きましょう。なんだその君の悪い話は、地元のおとぎ話よ、そういうの本当に好きだよな、何よただのおとぎ話じゃないの、という感じです。たわいもないね会話です。ただこのおとぎ話が物語に関係するそうなんですよ。そう考えると、少女が森の中に消えたというのはイーさんが森の中に消えた、つまり行方不明になったとも考えられます。イーさんを描き切るといった発言など、主人公でもあるイーさんが死亡するかのような発言も多く、実際にプレイするまでは謎な部分っていうのが多く残っています。はい、以上でバイオハザード8ビレッジの最新情報までのまとめを終わりたいと思います。現時点ではまだまだ情報が解禁されていないので、これからの発表が非常に楽しみです。そして前回の興奮動画をご視聴していただきありがとうございます。聞き取りにくい部分もあったと思いますが、気持ちが皆さんに伝わったようでよかったです。今後は聞きやすさも考えて動画を出そうと思います。これからもよろしくお願いします。バイオハザードビレッジの続報はこの冬に来るそうです。冬というと12月、1月、2月の3ヶ月が含まれますが、一体いつの冬なのでしょう。できれば12月ぐらいには発表があると嬉しいです。そして実機プレイが行われた部分だけでもいいので、ぜひともデモ版をプレイしてみたいと非常に思っています。それでは動画の方を終わりたいと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。バイオハザードの考察記事も書いていますので、よかったらそちらもご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。